というわけで本日の動画なんですけれども、 NT ツールさんご提供によりますハイドロチャックの特集やっていきたいなと思います。いろんなメーカーさんのカタログをね、見ていますと、大体そのメーカーさん独自の、特に強みを持っているホルダー、あるいはエンドミル、あるいはドリルっていうのが、なんとなくカタログから読み取れると思うんですが、NT ツールさんの強み、おそらくハイドロチャックだと思ってるんですよね。なんでかっていうと、ハイドロチャックってね、結構開発にコストかかってると勝手に思い込んでるんだけれども、そこに対して形状寸法のラインナップが尋常ではない NT ツールさんのハイドロチャック、どう考えてもかなりの投資をぶち込んでいると思われるんですよね。これは私の個人的見解なんですけれども、ハイドロチャックとね、聞いて皆さんどう思いますか？精度のいいホルダーでしょみたいなね。精度のいいホルダーだけど負荷高い加工ダメだよねと思っているかもしれません。侮らないでね。NT ツールのハイドロチャックめちゃくちゃ加工できます。というわけでそこら辺も踏まえてね、加工の実演やっていきたいなと思います。では早速やっていきましょう。買いました。はい。嫁にはね、ちょっと車買い替えたいっていうのは常々言われているんですよね。私が10年ほど前に10年落ちの車を買ったやつなんで、20年落ちのやつを未だに乗っているんですけど、車を買い替えたいって言われたんですけど、これ経費になるやん。というわけでね、興味があったと言いますか、過去のサラリーマン時代にツールプリセッターというものを使ってこなかったので、実務に取り入れたらどうなるのかっていうのを、実感的に把握してなかったので、ちょっと興味があったということで導入しました。実際ツールプリセッター使ったらどういう風なところで儲かるのかなっていうのを実感的にちょっと認識したいということでね、買いました。車ちょっと待っとってもらおうと思います。車買い替えたいお父さんの話はよく聞くけど、車買い替えたいって嫁から言われてるお父さんの話はあんまり聞かへんなっていうか、そんなことはどうでもいいんですけれども、こちら今から加工する荒取り用のエンドミルがついたやつの長さをね、事前に測っておきたいなと思います。加工前はこんな感じかなというところですね。いいや。加工していきましょう。はい。フレ1000分の3。すごい。フレ1000分の3。そして Z 方向のフレも1000分の2。できすぎとんな。ええけど。というわけで加工を早速ね、していきたいなと思います。選定しておりますホルダーは PHCA の Phi12 仕様で Phi8 のコレットを使用しております。そしてコレットスルーとなっております。掴んでおりますエンドミルは日清さんのファルコンエンドミルとなっております。ブリブリと粗加工を SAS304 にしていきたいなと思います。やはり粗取り感が出るようなエンドミルがいいなということで、ファルコンエンドミルちょっとチョイスさせていただきました。さあ行きましょうか。では早速加工していきたいと思います。はい、結構ねストロングめに設定しておきました。行きましょう。はい。これ SAS304 ですよ。Phi8 のエンドミルでもう結構な速度でね加工しているのがわかるかなと思います。どうすか音どうすか？めちゃくちゃ静かだと思いませんか？はい。さすがにちょっとこういった加工ではね、キリコが詰まってしまうということで、途中から M08 入れさせてもらいましたが、SAS304 に対して、ご覧のような切削条件で加工しております。そして切削抵抗の方を見ていきたいなと思うんですけれども、ぼちぼちゲージが上がる程度には加工を行っているという感じですね。はい。はい。どうだったでしょうか。非常に安定した加工をしていたと思います。はい。
それでは細い方のハイドロチャックを使っていきましょう。今映っておりますホルダーがですね PHC-SB スリムハイドロチャックとなっております。6パイ仕様のものと。でね、カタログにはですね、干渉のあるワーク、ドリル加工、リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工等にも最適なチャックですというふうに書いている通りですね、ガンガン横引きに使うようなエンドミルとして設定されてはいないんですが、やはり上限を知ることで、いろいろ見えてくるものもあるでしょうということで、ガンガン横引き行ってみたいなと思います。選定しておりますエンドミルは OSG さんの EVMS となっております。私が知っている中で不等分割ストーリード系のエンドミルで一番抵抗が少なめに加工が可能なエンドミルかなということで、こちらを選定しました。さあ、はい、ご覧の通りですね、まるで焼き場目の形をしたホルダーではあるんですが、シャンクスルーのクーラント設定がございますので、ご覧の通り刃物にピンポイントでクーラントをかけることができます。さあ、行きましょう。はい。ご覧のようにですね、決してやわなホルダーではないというところなんですね。ワークはしつこいけれども、SAS304となっております。ご覧のように、負荷制御加工で軽快に加工が可能な程度の合成は有しておりますということで、何事も切削条件の設定次第でご覧のような使い方もできます。ご覧のような干渉がきつめのところに、この細口のホルダーを使えばですね、有意義な加工が可能かなということで形状を設定してね、加工しておりますが、ハイドロチャック、侮らないでね、粗加工全然できますよというところで今回ね、やらさせていただいております。ハイドロチャックは精度がいいだけのホルダーではございません。把握力あって、合成あって、それなりに粗加工もガンガンいけますよというところで、どうですかね。はい。だいぶゆとりある音だと思いますね。ちょっとカタログスペックの中で見ればぼちぼち手加減気味ですけどね、このホルダーで設定した切削条件に関して言えば、これはちょっと手加減しております。はい。事前に長さを測っておりましたというところで、改めて長さを測ることによってですね、抜けが起きてないのかチェックしていきたいなと思います。はい。はい、どうでしょうか。はい、というわけで、こんな感じの数字になりましたが、しまった、私覚えてないわ。最初に測ったから。はい。というわけで、ご覧のような数字になりました。覚えてないわ。覚えてない。編集で検証したいと思います。それなりの量の加工を SAS304 に対して、あれだけの短時間で行ったということでですね、それなりの負荷を一定にね、かけ続けたわけなんですが、ご覧いただきました通り、抜けに関してほぼ変化がない。変化がないことに加えて、加工の状況をご覧いただきました通り、音もね、非常に安定しておりましたと。はい。ハイドロチャック実は減衰効果が効いてですね、振動とかを吸収しやすい構造というふうに伺っておりますので、実はね、精度がいいですよとか、リーマー加工するときに触れがなくていいですよとかっていうところももちろんなんだが、粗加工にもガンガン使えますよ NT ツールのハイドロチャックということはね、一つ言っておきたいなと思います。加えてですね、実はですね、先日の OSG さんの高高度エンドミルの動画内にも NT ツールさんのこの細い方のハイドロチャックで高高度材に穴開け加工をしております。はい。
細いね、ハイドロチャックを使って荒加工をしてくださいっていう啓蒙をするつもりは毛頭ございませんが、切削条件さえ整えてやれば、ハイドロチャック実はそれぐらいの懐の深さ持ってますよというところをね、荒加工の動画をまず撮らさせていただきました。それでは、ハイドロチャックの精度のいいところみたいなところも確認していきたいなということで、こちらのツールプリセッターで、まずはコレットチャックでリーマーをね、セッティングしてみようかなと思います。はい。コレットチャックといえばもちろんコレットが必要ですと、そしてホルダーが必要ですと、そしてコレットナットが必要ですよということで、3つの部材を使用することになりますと、ゆえに、この3つの部材の中にゴミとかがね、入ってると、芯ブレとかがする可能性を持っているという感じになりますね。なので、作業者によってここら辺の精度とかっていうのが変わってくる可能性が出てくるという感じでございます。こんな感じで、プリセッター上で、はい、リーマーをセッティングしました。ではちょっと測ってみようかな。触れだけ見てみよう。1000分の4。めちゃくちゃ出てるな。別にね、触れさせたかったわけではないんですけれども、触れなかったね。作業者によって、コレットチャックっていうのは、触れが出やすい、出にくいっていうのが、結構差が出てくるっていうのは、周知の事実かなと思いますので、一応コレットチャックっていうのも、セッティングやってみました。こんな感じでございました。では、ハイドロチャックチェックしていきたいなと思います。ハイドロチャックの場合、リーマーをハイドロチャックに挿入する、締めるだけで、固定ができると。そして、コレットチャックの場合、テーパーコレットの場合は特にその隙間にね、ゴミが入ってるか否かっていうのは手触りでわからないんだけれども、ハイドロチャックの場合、精度のいい穴と精度のいい軸が入るので、ご覧のようにこう、ゴミがあればわかるような感じなんですよね。大きいゴミがあったら入らないしね、引っかかって。非常に簡単に確認しながらセッティングができて、それでいて精度のいいところを見せてくれ。ではチェックしていきましょうか、精度の方。1000分の5と、はい、こんな感じで出ましたと。簡単にね、芯が出せるというところで、ハイドロチャックの方が、作業者の習熟度を選ばないのはハイドロチャックかなと思います。加えて、このプリセッター上で、固定を行ったわけなんですが、焼き場目のような形状をしておりますが、焼き場目ではございません。ハイドロチャックです。電池で締めれます。だからここでセッティングできます。やけどしません。みたいなメリットがありますよと。こんなお手軽でありながら、芯ブレの精度っていうのは非常に高くてですね、使い勝手のいいホルダーとなっております。NT ツールのハイドロチャックのラインナップを軽く説明しておきたいなというところで、こちら同じようなね、チャックに見えますけれども、こちらはツールを直接掴むタイプのハイドロチャック、そしてこちらはコレットを使用して掴むタイプのハイドロチャックとなっております。ちょっとね、注意点としてですね、こちらのね、ハイドロチャック、ツールをね、直接掴む方のハイドロチャックなんですけれども、割とね、つかみが浅くなります。はい。で、逆にコレットの方は、つかみが深くなるものが多いです。こういうサイズいろいろあるんですけれども、サイズによって違うんですけれども、挿入調に関しては、ちょっと注意していただきたいなと。このツールを直接掴むタイプのハイドロチャックはどちらかというと、もう同じツールをずっと使うための、量産向きなハイドロチャックとなっておりまして、刃がへたってきました、交換しましょうという時に、同じエンドミルを使う時に、ここのね、長さが決まりやすいですよね。パチッと止まるところが決まりやすいということで、挿入調が短くなっているんですが、汎用的にいろいろなエンドミルをつかみ直したいというユーザーの場合にはですね、この挿入調がご覧のようにですね、短くてですね、もう一声深くつかみたいっていう時にフィットしない可能性がありますので、こちらはですね、挿入調の深さに関してはですね、
使おうと思っているエンドミルに対して適正かどうかっていうのをカタログでよく見て選んでほしいなと。こちらのコレットの方は、挿入腸が比較的深くなっているということでですね、汎用的に使いやすい方のハイドロチャックとなっております。しかもね、コレットの内径を変更すれば、これ 8π ですけど 6π のコレットを使ったりとかすれば、直径の違うツールも使えるということで、汎用的に使いたいのであれば、こちらのね、コレットタイプのハイドロチャックを使っていただければいいかなと思います。コレットタイプのハイドロチャックは、ちょっとピントがボケてたんでね、ここだけ別撮りさせていただきたいなと思います。はい。NT ツールさんのハイドロチャック、コレットが使用できるものの単面、ご覧のようにですね、穴が開いておりますと、コレット側にピンが入っておりまして、このピンを差し込むことでコレットが回転しないような状況になるわけなんですが、これは万が一油圧の把握力が落ちてきた時にスリップすることによってホルダーの内壁がガタガタにならないようになっているというような、保険的な意味合いのピンとなっております。そして今こちらに見えておりますでしょうか。三角マークがございます。ホルダー側の三角マークとコレット側の三角マークが近くなるように組み付けることで、ホルダーとコレットの位相、精度の位相が合いやすくなるというふうになっております。細かいことを言うと、NT ツールさんのハイドロチャックのこの油圧ユニットのここ、抜け防止のネジみたいな埋め込まれておりまして、ここからね、緩めようとしても、油圧をかけるこのネジが抜け落ちないような心遣いがされていると。ちなみに今これ空の状態なんですけれども、この状態でハイドロチャック締め込みますと壊れますので締め込まないようにしてください。ツールを必ず入れた状態で締め込むようにしていただければと思います。そして、こちらにねマーキングされておるんですが、 NT ツールさんのマーキングだいたい濃いめになっておりますので非常に見やすい注意書きが書いておりますが、ここら辺もよく読んで挿入腸に気をつけながら使っていただければと思います。サイドスルーコレットとなっております。サイドスルーコレットを使えばエンドミルの側面からクーラントを出すことができますし、ここがね密着するタイプのコレットであればツールスルーを選択することができると。なのでコレット式は非常に汎用的なホルダーとなっておりまして、こちらのように直径をツールに合わせて選択するタイプはですね、どちらかというと量産現場で同じツールを使い続けるタイプのホルダーとなっております。こちら3本注目いただきたいんですけれども、非常に細口のハイドロチャックとなっております。NT ツールのハイドロチャックで他社にない特徴を備えているハイドロチャックといえば、こちらのハイドロチャックになっております。非常にね細くて、まるで焼きバメかのようなハイドロチャックです。そして焼きバメではなくハイドロチャックなので、ツールの脱着でここら辺を触ったところでやけどすることは当然ないとなっております。そしてここに3本並んでおりますが、こちらも3本ともに特徴がある。これとこれ一緒に見えるけれども特徴がある。こちらはツールスルーに対応したハイドロチャックとなっております。ツールに穴が開いているところからクーラントが出るやつのホルダー。そしてこちらはサイドスルータイプのホルダーとなっております。エンドミルにねツールスルー穴開いてるの少ないと思うんですが、センタースルーを使ってサイドスルーのクーラント供給をすることができます。こちらも同じようにサイドスルーが可能なホルダーとなっておりますが、種類が違いましてですね、ご覧のようにピンポイントにクーラントを突出することができます。狭いところで加工する際にですね、こちらのピンポイントで供給する方が有利な時があるということで、こういうラインナップもありますと。こっちはね結構マニアックな選定になるかなと思います。挿入腸が比較的深めでございます。はい。挿入腸が比較的深めとなっております。ですので比較的長いツールでも調整して使うことができますので、選定のポイントとしてはツールスルーなのかサイドスルーなのかっていうところを確認していただければいいかなと思います。こちらも挿入腸は比較的深めとなっております。はい、といった感じでですね、NT ツールさんのハイドロチャックはめちゃくちゃラインナップが多くてですね、私の機械 BT30 なので紹介しきれなかったものやちょっとマニアックなものを紹介していきたいなと思います。ではまず最初にこの一番大きなものから紹介していきたいなと思います。 BT50 の PHH シリーズ。 H シリーズは
ちょっと BT30 にはラインナップされておりません。ご覧のようなものとなっております。何が違うねんみたいなね、ところなんですが、こちらの H はハイドロチャックオメガとなっておりまして、把握力が増強されたモデルとなっております。PHCA もパワーハイドロチャックなんだが、こちらの H はさらに増強されたオメガとなっておりまして、把握力、剛性ともに上位モデルとなっております。なんで BT30 にオメガがないのかっていうと、テーパーの引き込み力、低結力、結合力が、やはり BT30 や40や50に比べると低いので、オメガを乗せたところで、ちょっと BT30 には行きにくいということで BT30 にはオメガがないというところも、結構実直な設定だなっていうふうに感じるところですね。BT40、50、そして HSK ユーザーの皆様はですね、このオメガ、把握力を重視するんであれば、検討してみてはいかがでしょうか。とはいえ PHCA シリーズも把握力低いんかっていうと低いわけではない。先ほどね、見ていただいた通り十二分な把握力があるんですが、こっちはさらに増強したものとなっております。ついでなんですけど、個人的に気に入っているのがNT さんのパッケージ好きなんですよね。まずこれね、はい、これシュシュシュッと取れますと、そして必要なネジ、検査書と説明書、そして残りは箱なんですけど、これがね、非常に簡単にね、こうやってバラして平たくできるんで、ゴミ捨てるときが非常に楽。細かい。どうでもいいんだけど、個人的にこういうのね、気が利いてていいなと思いますね。パッケージも簡素で、余計なコストがここにかかってないというね。はい、これは返却するので箱は戻しまして。で、このオメガシリーズに関してはちょっと直径がでかいんであれなんですけれども、で、PHCA シリーズに関してはですね、こんな感じで、このシャンクが入るこの穴の中を掃除するこの白いモフモフが、付属でついてきます。その代わりこの六角レンチは別売りとなっております。はい。このあたりもね、結構気が利いているかなと思います。この掃除のツールって結構何本あっても欲しいじゃないですか。掃除よくするから、工具交換するたびに。で、汚れていくから、何本あってもいいなと思うんですけど、こっちはね、1本あれば何本も締め付けたりできるわけで、別に1個買えばいいか、みたいなね。なんなら、持ってたら買わなくていいし、みたいなところで、そういったところ、コスト感に関してもね、気が利くなというふうに私感じているなというポイントですね。そうして、さらにマニアックなんですけれども、これに関しては BT30 の、ものなんで、私使えるんですけれども、逆に私使えるけれども使わないかもしれないぐらいマニアックというか、このスリムハイドロに軸心を調整する機構が備わったもの、PHZSB シリーズとなっておりまして、これ芯出し調整機構がついたものとなっております。スリムハイドロ R0 ホルダーとなっております。もともとね、ハイドロチャック芯の精度がいいっていう話はしましたけれども、そこからさらにね、踏み込んで芯をね、出したいところに使うモデルとなっております。私ぐらいのラフな仕事ぶりだったら使うことはないですけれども、ハイエンドユーザーの皆さんはね、こういうの必要になるんじゃないのかなと思います。そして、スリムハイドロチャックをストレートシャンクでつかめるもの。これは、1000番、NC1000 番とかで使うであろうハイドロホルダーかな。NC1000 番までハイドロのラインナップがある。さっきよりも大きいサイズのハイドロチャックの1000番用のやつ。なるほど。1000番用のハイドロチャックもあると素晴らしいな。ラインナップの揃え方がえげつないね。というわけで NT ツールさんのハイドロチャックホルダーのご紹介でございましたというところなんですけれども、こだわりが強い製品作りしておりまして、ホルダーというホルダー大体が防錆処理コーティングをされたものとなっておりますので、基本的に大体の型番を選んでも防錆処理されておりますので、結構ね、安心して使えるというかね、錆対策とかを
ちょっと怠ったとしてもそんなすぐ錆びたりしない、いい感じのコーティングがされております。ハイドロチャックだろうがコレットチャックだろうがされております。さすがに、焼き場面に関してはコーティングはしてないと思いますけれども、大体のホルダーが防錆コーティングされております。そしてハイドロチャックに関して言えば、この油圧をかけるスクリューが抜け落ちないようにちょっとビス止めされていたりとか、ホルダーそのものに注意書き、挿入帳の注意書きとかがマーキングされてるんだけど、比較的濃いめにマーキングされてて見やすいとか、結構ね、細かいところに気を使われたハイドロチャックとなっております。というのもね、NT ツールさん、私、会社員時代、あんまり使ったことなかったんですけれども、シェアどこが一番強いかというと、どうやら自動車メーカーさんの生産設備のところでめちゃくちゃシェア一番、取ってるというところで、業界って結構要求厳しいじゃないですか。はい。厳しい業界の対応をしっかりとやっているからこそ、その業界で一番のシェアを取れているということを聞いておりますので、その細かい対応もなるほどねといった感じじゃないでしょうか。なんせ私、NT ツールさんのいわゆる案件動画で、ブーストマスター、そしてツールプリセッターとね、結構難しめのレビューやりましたけれども、自社開発品なんですよ。そしてハイドロチャックも当然自社開発品ということで、開発力の非常に強いメーカーですので、いわゆる大手メーカーの要望を聞き込んで作り込んでいったホルダーを比較品として使える非常にお得なメーカーさんとなっております。その中でも多分開発コストめちゃくちゃかかっただろうと思いますハイドロチャックホルダー、私の中では NT ツールさんの中で選ぶんだったら、とりあえず一番おすすめのホルダーとなっております。はい、というわけでね、今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。